段はどういう系の仕事が多いですか？メインで活動してるのは、撮影会とかイベントとか、ビデオのお仕事とかもちょいちょいやりつつっていう感じです、今は。コスプレがなんか結構売りにしてるみたいな。コスプレは一つの趣味として、やっぱりコスプレのファンの人ってまた AV のファンと違うファン層なんで、そこにアプローチしていくっていうのも含めてっていうのと、あと私も好きなので、オタク気質なんで。そうなんですか？はい。普段の自分と違った自分になれるし、その時の自分の性格とかもやっぱ変わるというか、自分の殻を破ける瞬間って感じです。やっぱりファンもそういう系の方が多いですか？そうですね。コスプレの AV しか見ないみたいな人たちもいるんですよ。やっぱいろんな趣味嗜好があるんで、そこを偏らないでいろいろやってったらいろんな人に出会えるかなって思って。この業界に入る前っていうのは何をされてた？私は、総合病院で看護師をやってました。はい。職場の環境に馴染めなかったというか、先輩看護師からのいじめとか、あとはちょっと人手不足で労働環境が凄まじく悪くて、でそれでちょっと心身ともにちょっと疲弊しちゃって、で続けられなくなってしまって辞めたんですよ、お仕事を。一歩間違えたら死んでました。そんなに？そんな感じです。先のことを考えた時に、今しかできないことがやりたいって思ったんですよね。このまま毎日仕事して、で、ただ一日一日老けてって、で、気づいたらおばさんになっておばあちゃんになってみたいな毎日しか想像できなくて、それって何が楽しいんだろうって思って、若いうちしかできなくて自分がやってみたいことをやりたいって思ったらそれが AV だったんです。結構前々からちょっと興味はありました。ありました。見るのも好きだし、やるのも好きだったんですか？どちらも？どちらもです。はい。最初はちょっと遊び程度だったんですよ、気持ち的には。って思って出たら、そっから、この仕事、転職かもって思って。本当ですか？自分に合ってるな。はい。そっからですね、上京して、本格的に。最初は事務所っていうか、AV の撮影に応募して、で、そっから事務所を紹介してもらって入って、っていう形ですね。最初やってみて合ってるなっておっしゃったんですけど、どこら辺が合ってるな？AV で、なんて言えばいいんだろう。自分のエロを表現するっていうか、で、それで人に褒めてもらえるとか、すごくいいとか、エロいとか、表現的にどうかわからないですけど、私をおかずにしてくれているとか、それが自分にとってすごい満足感の高いことだったから、それが嬉しくて、どんどん出たくなっちゃったっていう感じです。あとは今まで自分が褒められることがなかったんですよね。すごい足手まといな存在だったっていうか、今まで。そうですね。学生時代から基本的にはいじめられっ子だったし、体育とかも全然できなくて、できないねってばっかり言われるような人生で、普通の勉強とかは人並みにできたんで、看護学校も看護師の免許も普通に取れたんですけど、結局やっぱり働き出すと、自分のできないところが前面に出ちゃうというか、自己肯定感がすごい低くなっちゃってて、自分は本当もできない人間ダメなんだみたいな。世の中で必要とされてないみたいな。っていうのがあったんですけど、AV に出たら、私って存在してていいんだな、みたいな。そんな感じになって、ちょっと泣きそうになっちゃって。とんでもないです。もしよかったらティッシュを。大丈夫です、大丈夫。はい。ありがとうございます。すいません。大丈夫です。ありがとうございます。ダメだもん。とんでもないです。すいません。ちょっと思い出してしまいました。いろいろ。いやでも自分のその人生の中で AV やってる期間がやっぱ一番楽しかったし、一番幸せって言うとおかしいんですけど、一番充実してました。いや、正直な話、ちょっと親にバレちゃって、
それでもう家族とほぼ絶縁状態みたいな感じだったんですけど、それで一回 AV やめた時期もあったんですよ。もう家族と折り合いがつかなくて。なんですけど、結局私がやめたらもうなんかダメになっちゃって、精神的にもすごい落ち込んじゃったし、やりたいこともなくて、なんかどうやって生きていけばいいのかわかんないみたいな状況にまたなっちゃったんで、結局、その親ともうほぼ絶縁みたいな状態になって、それでもやっぱ続けてたんですね、AV の仕事。なんですけど、今年に入って、私の妹が結婚することになって、それにあたって、もうどうしてもやめてほしいっていう風に言われたんですよ。その自分のエゴを貫き通して、妹の結婚に何かあったらとか、ここでもし家族との縁を切ったままだったらもう一生縁切ったままだろうなっていう、結婚式にも出れない、ひどい姉っていうまま終わっちゃうんだろうなって思って、それはちょっとさすがにって思ったからやめたんですよね、AV を。看護師の仕事をもう一度やるかと思って就活して、でそれも結局受からなくて、その4年間のブランクがやっぱり受け入れてもらえなかったんですよね、その看護師業界でも。結構やっぱりブランクがあると結構戻すのに時間かかりますか？戻すのも大変だし、結局最初の仕事を1年半で辞めてるんで、忍耐力もないし看護師として使えない人材なんだろうっていうふうにやっぱ判断されちゃう。結局またうちで取っても同じように辞めていくんだろうなっていうふうに判断されちゃうんですよね。で、それで結局書類審査でほぼ全部落ちて、一次面接まで行っても全部落ちるみたいな。で、そうこうしていくうちに妹の結婚式も終わったんですよ。どうしようって考えて、一応AV やってるってことは表向きにはもう言えないから、とりあえずフリーランスでその活動を再開しようかなって思ったのがその9月。で、最初は AV に出るつもりはそんなになかったんですけど、その撮影会の仕事とか、そのイベントとかに出ていくうちにやっぱり AV の仕事がまた来るようになって、まだ需要あったんだよかったなっていうのが、今、現在みたいな感じです。私のことをまだ撮りたいって思ってくれる人がいるんだなっていう、それだけで生きていけるなって感じです。これよく聞かれる質問なんですけども、その日本の AV 女優さんってすごい皆さんそのビジュアルがいいというか可愛い、そのセクシーな方が、なんでその普通のアイドルに行かないんだみたいな。女優とかそのアイドルとか、そういうの考えなくて。は全く考えてないですね。私はもう最初から AV に出たいと思ってきた人なんで、昔からセックスが好きで、ただ、やっぱり周り、田舎だし、良くないことだっていう刷り込みもすごいあるじゃないですか。いろんな人とセックスすることは良くないみたいな。日本フリーセックスじゃないしみたいな。ビッチとかそういったこと言われたこともあったし。で、結局それが、私はそれがないと生きていけなかったんでしてたんですけど、自分の中でそれが罪悪感っていうか良くないことだっていう思いもあったんですよね。やめなきゃいけない。好きな人以外としちゃいけないみたいな。で、そういう感覚もあったんですけど、それが AV に出たら逆にやりまんとかビッチであることが、逆に称えられるというか、エロい子だね、すごいね、みたいな。一般社会じゃありえない、経験人数が多いっては汚いとか、やりまんだとか性病持ってるとか、そういった偏見の目で見られるのが、それが AV 女優だったら逆に褒められることになる。こんな私でも受け入れてもらえるんだなっていうのがすごい嬉しかった。確かにその普通の普段の日常生活でかなりマイナスに。人としておかしいみたいな。そうですよ。冷たいし、日本的にはやっぱりあんまりよろしくないっていう感じがするじゃないですか。できれば好きな人とだけセックスする方がいいとか、今はもうないですけど、昔だったらもう結婚するまでしちゃいけないとかっていうのがあって、セックスイコール良くないことみたいな刷り込みがあるんですよね。でも AV 始めて私はセックスイコール良くないことじゃないって思えたから。